皆さんこんにちは。読書の達人です。今日ご紹介するのはこちら、日々これ口実、森下典子さん、お茶が教えてくれた15の幸せということで、茶道の話です。茶道っていうのは作法、ルール、こういうふうにしなさいということが非常に細かく設定されていて、こう斜め角度何度ぐらいに座る、ここの距離は何歩で歩く、ここは踏むな、これはこういうふうに持って、こういう角度でこうやってこういう音を立ててこう入れろみたいなのが実に細かい。で、森下さんこれ最初にお茶を習い始め、これ彼女の本人の経験をもとに書いてる本なんですけども、20歳ぐらいの時から習い始めて20何年、お茶をやったその経験から学んだこと、感じたことを書いてます。で、いわゆるいっぱいルールがあるじゃないですか。中にはなんでこんなことするんだっていうルールがある。で、そのルールに対して、当然先生に対してこれはなんでこうするんですかっていうことを聞いたりすることがある。これなんでかっていうと、いわゆる今の日本の学校教育で分からないことを積極的に質問することは美徳であるというふうに学校で習うので、そう聞きます。そうするとお茶の先生が「もういいからやれ」と。もう今もう言うても分かんないだろうからもう分かんないなりにやれというふうに言われて、カルチャーショックを受けます。このね、お茶のこの世界なんですけども、例えばだよ、世の中に生きてて、普通の世界で、世の中の世界 A としましょうか。そこにこう人がおります。で、中にはその世界に馴染めない人もおります。ね。で、その人たちはその人たちが所属する世界 B がある。でも世界 B がちっちゃいのであっちはいいなというふうに思ってる。でも、もしもだよ、この世界 B が世界 A と同じぐらいの世界だとしたら、B がでかすぎた。同じぐらいの世界だと、同じぐらいと思ってください、これで。ね。そしたら、別にあっちがいいなと多分感じないんですよ。ここのメンバー。ね。で、ひどいな、この丸。うん。で、この本ね、15の幸せって書いてまして、いわゆるエピソードが15個出てくるんですけども、この本の面白いのは、最初に言いたいこと言っちゃうんです。この本のテーマみたいなもの。普通本って全体を読んでから、ああ、こういうことを言いたかったのかなということが分かるような構造になってるのが本ですよ。ところが、最初に言っちゃいます。言いたいこととしてのそのテーマっていうのは、長い目で今の目の前にある時間、物事っていうのを見て、今の時間を生きろというのがテーマです。テーマを最初に言っちゃったので、言いたいことは分かったでしょと。ってなりますよ。分かったでしょと。ああ、分かりました。そしたら、細かいことをちょっと見てってと。この本の。で、お茶の稽古って、この森下さんは大体20何年ぐらいお茶なさって、その経験で書いてますけど、まだまだ分かんないこといっぱいある。書いてます。分かったことを、書いてますけど、分からなかった他にまだ分かってないこともいっぱいある。で、この人が20何年かけて学んだんですよ。そしたら、これちょっと後書きにも書いてますけど、もう倍ぐらい多分原稿書いた。でも、いわゆる文庫本の大体こんぐらいの厚さってあるじゃないですか。某京極夏彦さんを除いてだよ。大体こんぐらいの厚さってあるじゃないですか。で、それに、合わせようと思ったらガーッと半分ぐらいに絞った。そしたらもう、いわゆる本当にコアになるエッセンスの部分だけギュッと入れてるんですよ。何が大事でどの辺かっていうのを逆にそうすると、
お茶の経験のない人っていうのは分かりにくくなる、そういうことがあると。だからこれ、まあ本って2、3日読むじゃないですか、大体。一回読んでそれ分かるわけがないんですよ。人が20何年かけて学んできたことのエッセンスをバーって書かれても。だからやっぱ何回か読まないと多分いけないんだと思うんですよ、これ。だから細かいところを見て、あ、これはこういうことがあって気づく場所が随所にあるから、その時その時にあなたに必要なことを、気づいてくれたらいいよっていうことなんですね。茶道って、茶道僕やったことがないのに茶道についてこんなの語っていいのかって感じしますけど、茶道ってね、もう喋り始めたらもうしょうがないですから喋りますけども、いわゆる人生での気づき、ああこれはこういうことだったのかっていうのを教えてくれるものだというふうに、言ってます。で、日常って平凡じゃないですか。毎日毎日なんかでっかいことがあるような人生を送ってる人っていないですよ、別に。で、例えば外出かけて帰ってきてさ、おかえり、ね、今日どうだった、普通言うでしょ。普通じゃない、何かある。例えば葉っぱがラララって落ちてるとしても、その葉っぱの踏んだりする音に、あ、もう季節が変わったんだなっていうのを感じたり、いろんなことをこう気づいたり感じたりしながら生きていかなくちゃいけない人間は。でもそういうのにね、なかなか気づけないですか。だっていろんなことに追い回されて生きてるもんみんな。でもお茶ってあの部屋に入って静かにしてたら、とりあえずそこにいる、心も。そしたらいろんなことに気づかされることがある、そういうことを言っております。僕これね、結構前に買ったんですよ、これ。新宿の紀ノ国屋で。東京の方はご存知だと思いますけども、新宿の紀ノ国屋って地下にね、モンスナックっていうカレー屋があるんですよ。このカレーがシャバシャバのカレーを出してくるんです。で、もうね、100杯ぐらい食ったんで、もう普通に食べてたんですけど、こんなコロナとかでもうあんまり新宿でなんだって行けなくなるぐらいだったら、もっと味わって食っとけよかったなっていう感じがしますよ。でも後から分かることっていっぱいある、生きてると。あれこうだったなって。でも後悔は後悔としてなくならないですけど、でもそしたらなるべくその時その時生きてる瞬間にその場で感じられるように、いろんな気持ちにこうあちこち向けながら生活するってやっぱ大事だなっていう感じがしますよ、この読んでるとね。日々何かを見つけるっていうことがすっごい大事だっていうことを教えてくれる。で、茶道のその先生が、僕最初の方に言いましたけども、これ先生どういうことですかって言ったら、分かんなくてもいいからとにかくやれと言われる。で、20何年やってて分かってきたこともあるっていうふうに森下さんおっしゃってる。つまりお茶ってね、気づきって、すぐ気づかないことがある。でそれをね、いわば待ってくれる。だから時間があるようでないんだな、茶道ってね。ずっとそこに何か時間が止まってるような、永遠のような、そんな世界です、お茶ってね。いいなというふうに思います。達人、心に響いたこと。これね、この本ちょっと珍しく、僕このなんかホワイトボードに毎度毎度こう、先言おう、217ページ3行目からだいたい6行ぐらいのところです。ちょっとまた読んでみてください。で、僕こういうの探すっていうわけじゃないんですけど、この本を読んでて、これいいなと思ったら、ちょっと角っちょ折るんですよ、ピッピュって。電車の中とかで。不
線貼ったりとかで、珍しくね10箇所ぐらい折った。もうこれどれにしようかなって最後に迷ったんですけども、今回これにしました。まあいろいろ気づかされてくれる本ですよこれね。いいとこいっぱいあります。ぜひ読んでみてください。日々これ口実、森下典子さん、読書の達人でした。